どうもこんにちは、川口の健です。今日はナンバーズコレクションの完成の紹介をしたいと思います。この靴はですね、制作動画を川口の健の YouTube チャンネルにアップしてないんですが完成しております。ただ動画は撮影済みです。というのもですね、ジャパニーズインダストリーというチャンネルで制作過程の全容を長編動画になるかと思いますが、そちらで投稿されますのでぜひご覧ください。チャンピオンシップの靴の制作のような長尺の作業に焦点を当てたような動画になっているはずです。そしてこの動画ではこの靴のデザインやこだわったポイント、ディティールなど詳しく解説していきたいと思います。ナンバーズコレクションというのは僕が作ってみたい、見てみたいなと思う靴をこのように具現化して形にするという、そういったビスポークやメイドトゥオーダーなどとはまた一風変わったキシザワーク独特のラインというかな、かなり面白い試みの靴作品群です。毎年秋に行う展示会でナンバーズコレクションを何作品か発表して展示し、そして販売しています。去年ナンバー16まで行きましたので、今回はナンバー17からですね。こちらの靴がナンバー17です。ナンバー17とか17とか言ったり、ブレちゃうと思いますけど、ナンバー17のナンバーズコレクションの紹介やっていきます。この靴ご覧の通り非常にクラシックな靴です。ナンバーズコレクションは一桁番手の頃はかなりクラシックなものもスタンダードなものもあったんですが、あんまり見たことのないような一風変わったデザインのものの方が占める割合は多いかと思います。その中ではかなりこの靴はクラシックな方ですよね。デザインはエプロンフロントダービーです。名前はナンバー17チェスナットイタリア。チェスナットといえばこちらの靴ですね。去年の展示会から開始した MTO ラインで最初の展示会で最も人気が高かったモデルです。全ての MTO モデルはもちろんそうなんですけど、この靴は特に自分の中でも出来がよく仕上がったデザインかなと思ってまして、仕上がり通りたくさんの方にオーダーいただいたモデルですね。モデル名がチェスナットと言います。栗の木なんですが、色名ではなくてモデル名としてチェスナットという名前にしています。今回この靴チェスナットイタリアンですが、簡単に言ってしまうとこのチェスナットのスペシャルバージョンです。チェスナットのこのデザインっていうのはかなりスタンダードなデザインなんですが、ここにエプロンですね、U 字のステッチがあって外羽で、そしてここに革の切り返しのラインが入っているんですよね。で大抵シームレスヒールになって、この内側のところで革を継ぐという、これ自体は昔からあるスタンダードなデザインです。イギリスのカントリーめなデザインだったり、あとイタリアのクラシックな靴に多いですね。この靴チェスナットを作るときにはそういったイタリアのクラシックな靴をイメージしながらデザインしました。17チェスナットイタリアはそれをさらにイタリア、特にローマの靴ですねを意識して、よりイタリアのクラシックの源流というか、そういうところに近づけたような靴です。なのでチェスナットとパッと見のデザインは似てるんですが、型紙も違いますし木型も違います。じゃあつま先の方から解説していきますと、スクエアトーになってますね。かなりボリュームのあるどっしりとしたスクエアです。チェスナットはメイドトゥオーダーはラウンドトーが基本なのでこんな感じのデザインなんですが、チェスナットイタリアはこんな感じです。スタイリッシュとは逆の方向に行くんですが、どっしり重厚感のあるようなそんな見た目のつま先を目指しました。使ってる革、これ実はコンビになってますね。色近いんでパッと見分かりにくいんですが、今光の加減で結構分かるんですけど、光がなくなるとパッと見そんなに分かんなかったですよね。ただ2種類の革を使ってます。こちらのつま先からかかとまでぐーっと巻いているこの大部分を占める革ですね。ここがフランスのアノネイ社のベガノという革で、ベガノという革はドレスシューズ用の革なんですけど、表面のこの塗膜とか処理があんまりされてない革で、すごい革の素の表情があるんですよね。でクリームもよく吸いますし、キラキラというよりはじんわり光っていくようなそんな革です。ベガノ。そしてこのバンプ部分とこのトップラインの切り返しの部分ですね、ここに使っているのがホーウィンのシェルコード板。
色はバーボンです。この2種類の革を使うために、チェスナットの場合はこのモカ縫いっていうのはつまみモカといって、1枚の革をこうつまんで縫っていくことによって飾りでこう盛り上げるような縫い目なんですよね。なのでチェスナットの場合はここもここも同じ革ぐるっと巻いてます。このチェスナットイタリアはこの部分とこの部分革違いますので、この U 字のステッチっていうのは飾りではなくて革をつないでいるステッチになります。こちらがスキンステッチですね。パラレルスキンステッチとかって言ったりするんですけど、こっち側もこっち側もスキンステッチでつないでます。そしてこの辺のステッチも間を空けたダブルステッチになってますね。こういうのも結構イタリアのクラシックな靴に見られる衣装なので、チェスナットとは少し変わってます。そしてこのヒールの内側の継ぎ目ですね。つなぐ場所としてはチェスナットと同じなんですが、このチェスナットはミシンで縫ってあるのに対してセブンティーンチェスナットイタリアはスキンステッチですね。裏側で革の厚みの中を糸を通して縫ってつないでます。糸が通ったボコボコという表情だけが見えます。そして底付けですね。ソールはシンプルにナチュラルソールになっているんですが、インサイドベベルドウエストといって内側だけベベルドウエストになっています。こういったカジュアル系のデザインの場合は、ベベルドウエストにすることはあんまりないというか基本しないんですけど、メイドトゥオーダーのチェスナットもフルハンドで制作したとしても基本ここはベベルドウエストにはなりません。こういった格好場ですね。やっぱりこれはアッパーのデザインとソールのバランス感っていうのはかなり靴にとって大事なので、こういった仕様になっています。このチェスナットイタリアンも外側はスクエアウエストになってるんですが、内側だけベベルドウエストですね。でこうやってソールから見ると外側は割とまっすぐめなんですけど、内側はぐっと絞り込んでいるのが分かると思います。ソールステッチはあえて少し粗めに塗って全体のボリューム感をこうグッと下から支えるようなイメージで作ってます。そしてシューツリーですね。多分最初から気になっている方多いと思うんですが、持ち手付きのシューツリーを初めて制作してみました。3分割なのでこことこことここ3個にシューツリーが分かれています。真ん中部分に持ち手のパーツがついているというよりは真ん中が持ち手そのものになってますね。でこれを持って靴を持ち上げるわけではなくて、これは抜けちゃうので、これを持ってこうシューツリーを抜きます。シューツリーは3分割。シューツリーはこんな感じで染色してニスで仕上げてあります。木目がこう光に当たるとキラキラ輝きますね。黄金に輝きます。この3分割スリーは抜くと完全に3分割に分かれます。靴の中ではこういう状態ですね。この持ち手一体シューツリーっていうのはこの部分をビーバーテールといって、ちょっと平たいヘラのような形状にすることが多いんですが、今回はちょっと杖のような形状にしてみました。杖かそれかですね、馬の鞍についてるなんていうのかわかんないですけど、持ち手、そのイメージで作ってみました。このツリーもチェスナットイタリアの重厚感に一役買ってると思います。ライニングはキャメルですね。この部分にはチェスナットイタリア書いてあります。なのでこのチェスナットイタリア、万人受けはしないかもしれませんが、刺さる人にはぐさっと刺さるようなデザインになっていると思います。ベガノとコードバンの質感がたまらなくいいですよね。ちなみにこの木型はつま先のみ変更してありまして、ボディの方はチェスナットと変わりませんので、履き心地はほぼほぼ変わらず履いていただけると思います。ローマのクラシックな靴っていうとやはり名前が挙がるのはガットだと思うんですが、ガットの工房はもう今はなくなってしまったんですが、ガットというイタリアの伝説的工房がありまして、そこ雰囲気かなりそのガットの靴をイメージしながら作ってます。でガットの靴の特徴はつま先のトースプリングがゼロ
ベターっとしてるっていうのがポイントの一つなんですよ。ただこの靴はそこまではやってないですね。若干トースプリングあります。というのもですね、やはりこのメイドとオーダーチェスナットトースプリングあるんですけど、トースプリングというのは生地座ワークとしては履く上ではそれなりに必要なものだと思っていますので、このチェスナットイタリアは着用可能な両足あるモデルですので、そういった着用のことも一応考えてなるべくトースプリングはね下げました。ただゼロにはしなかったですね。そういった点でそのイタリアのクラシックそのものではないんですが、そういったエッセンス取り入れながら生地座ワークとして制作したモデルになります。僕がこのチェスナットイタリアを見るときに好きなのは前からこう見る角度ですね。どしっとこうつま先がボリューム感のあるつま先が見えて、そこからぐっとこう少しねじるようにせり上がっていく、この感じがすごく好きです。ということで、このナンバー17チェスナットイタリアの制作動画、ジャパニーズインダストリーというチャンネルの方に上がる予定ですので、ぜひそちらもご覧ください。上がり次第概要欄にリンク貼っておきます。今年も展示会開催します。展示会の詳細は概要欄に記載しておきますので、ぜひたくさんの方に足をお運びいただいて、チェスナットイタリアはじめナンバーズコレクションが MTO のモデルぜひ見ていただけると嬉しく思います。それでは展示会でお待ちしてます。